皆様おはようございます。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2026年4月14日火曜日です。今日の観光はアンカラという場所です。トルコというとどうしてもイスタンブールのイメージが強いんですが、首都はアンカラということで、その街を観光できるのを今楽しみにしています。それでは行ってきます。いただきます。いただきます。いつものように楽しくお話をしながら朝ごはんをいただいていたら、若いお嬢様からこの洞窟ホテルの屋上からの景色がとっても良くてカッパドキアがよく見えたよと撮影したものを見せていただきました。ただ途中が滑りやすい坂道だったことも伺ったので、万が一怪我をしたら大変だからと思い見に行くのを断念していたのですが、お嬢様が一緒に行きましょうかと滑りやすいところで手を引いてくださったので、屋上からのこちらの景色を撮影することができました。360度素敵な景色です。この洞窟ホテル屋上からの景色になります。いかがですか？ホテルを出発して最初に向かった場所はトルコ石の専門店です。トルコ石というと綺麗なブルーのイメージでしたが、価値のあるアンティークなトルコ石はどちらかというと緑色っぽいブルーでした。小さなピアスでも数十万円したので目だけで楽しみました。次に向かった先は大きな塩の湖トゥズ湖です。今奥に見えています。ここはトゥズ湖です。大きな塩の湖になります。水深が深くなる時で約1メートル、少ない時には潮の上を歩いて渡れるほどの水深になるそうです。今そこで中に入っている外国の方を見ると膝下ぐらいですかね。乾いているところを見ると潮の結晶が見えますね。トルコの塩の約 40% 近くがこの湖で取れると先ほどガイドさんから伺いました。今日の昼食は豆をすりつぶしたスープと牛肉と野菜のトルコ風鉄板焼きです。参加者の中には今日で観光を終わられる方もいらして、ツアーの感想などお話をしながら楽しくお食事をいただきます。昼食後は首都アンカラまでの約150キロをバスにて移動します。アタチュルク廟の観光が始まります。初代大統領の霊廟でアンカラ観光には外せない場所です。このようにぐるーっと360度が見渡せる広い広場があります。こちらが内部の映像です。自由時間があったのでゆっくりと広い敷地内を歩いていたら花嫁衣装を身につけたカップルと遭遇したので記念撮影をしました。人形かと思うくらい
く動かず立っている兵隊さんがいます。トルコには兵役があり、こちらの場所では一定時間ごとに行われる交代式も拝見しましたが、一糸乱れぬ動きは圧巻ですね。日に焼けて顔を真っ赤にしている兵隊さんが印象的でした。次に向かったのはアンカラ城です。ただこちらは入場せず、バスから降りて歩道橋の上から写真撮影のみでした。こちらのお店で夕食のお弁当を調達し、エセンボーワ国際空港からイスタンブール空港へと向かいます。今回の旅でガイドをしてくださったエイレンさんは休養ができ、今日でお別れということで記念写真を撮影しました。わかりやすくユーモアのある日本語でとても楽しい時間でした。ありがとうございました。皆様おはようございます。今日は2026年4月15日水曜日です。トルコに来て8日目になります。今日は2日目の日にイスタンブールで回れなかった場所に行くことができるということで、今からとても楽しみにしています。それでは行ってきます。美味しく朝食をいただいた後はアヤソフィアへ向かいます。モスクですのでスカーフをかぶり、緩やかな坂を登り上階へ上がります。外部同様、内部も改修工事中で足場が組まれています。下の階はイスラム教の方々の祈りのスペースになっています。天井には悪魔の絵と天使の絵が描かれています。モザイク画は9世紀から13世紀にかけてのものということですが、保存状態が良く、キリスト、聖母マリア、聖人などが描かれています。こちらのキリストの目はどこから見ても視線が合うと言われたので動いてみましたが、いかがですか？アヤソフィアの観光を終えて次に向かったのは地下宮殿です。この地下宮殿はもともとは地下貯水槽として建設され、336本の大理石の柱が立ち支えているとのことです。ただの柱というわけではなく、柱に模様があったり、上部には装飾を施した柱もあります。最も有名な柱はこちらの柱です。ギリシャ神話に登場する女神メデューサの頭が土台になった柱です。いかがですか？照明のせいもありますが、ちょっと不気味に感じませんか？ツアー最後の観光である地下宮殿を見た後は昼食会場へ向かいます。今までで一番おしゃれなレストランです。高級感漂う会場で提供されたお料理はどれも美味しかったです。午前中観光した場所の話で楽しい時間を過ごしました。ランチをいただいたレストランのテラス席でちょっ
と雰囲気を楽しんだ後は空港へ向かいます。チェックインを済ませてラウンジの場所を伺ったので、ガイドさんとお別れして早めに検査場を通過します。お腹は空いていなかったのですが、最後にトルコ風船形ピザをいただき、ラウンジにて休憩した後、搭乗口に行き乗り込みます。今回の席はこちらになります。トルコのイスタンブールから羽田に向けて間もなく飛び立ちます。 NH220 便です。先ほどウェルカムドリンクをいただいて、なんとなく席に落ち着いた感じです。飛行機が動き出しました。この席はちょうど真ん中の席なので、左右を見ることはなかなかできませんが、いつもになく両隣がテーブルになっている席ですので、こんな感じですね。見えるかな。で、こんな感じです。こんな風に両隣が物を置けるスペースがあるので、なんとなくすごい得した気分、広いから得した気分になって、ちょっとびっくりしています。正面には画面がありますし、足を伸ばすこともできます。今の時刻は、午後5時38分、目的地羽田までは、10時間26分になります。皆様、起立いたします。シートベルトをおしま低い位置で首をないようにしてください。イスタンブール空港を、17時45分に出発して、羽田空港には、翌日の午前11時10分に到着する予定です。これから、お食事が配られて、その後休みを取って、でまた着く直前にお食事が出るとのことです。今メニューが配られてきました。中を見てみたいと思います。今アミューズが配られました。私の飲み物は炭酸水です。ペリエです。そして今回のアミューズはスモークビーフのトルティーヤロールとチキンカレーサラダということです。早速いただきます。カレーの風味がしっかりしていて、チキンが美味しいです。私の好きなタイプのチキン、スモークビーフのトルティーヤロールいただきます。これはとってもスモークが効いているので、夫は食べられないかもしれないけど、私は好きです。今回私は和食を選んでみました。早速いただきます。今食べたのはあんずのクリームチーズモナカ。これは美味しい。スモークサーモン巻き。美味しいです。こちらは蒸し鶏のごまネギソースです。私はどちらかというと鶏肉がパサパサしているのが好きなので、これはパサパサしてるから美味しく感じます。
私は冷やし茶碗蒸しはあまり食べませんが、ちょっと固めのババロアみたいな感じでも味は薄味で、体には優しいかなという味です。白身魚ですけど味も薄味で私にはちょうどいいかな。トルコにもご飯があったんですけど、こういうご飯じゃなくて細長いご飯で、そしてパスタと一緒に炊き上げるみたいなことを言われていて、ご飯自体がすごいしょっぱいところが多かったので、何にも味のついていないただノーマルなご飯をとても美味しく感じます。和食を選んでよかったです。ご飯を食べながら眠ってしまって、デザートを慌てていただきお休みします。今寝起きであと2時間くらいで、到着する感じです。旅行中平均の睡眠時間が3時間から4時間しか寝てなくて、いつもしっかり寝ないとダメな私で寝不足がずっと続いていて、限界だったので飛行機の中で爆睡してしまって、気がついたらもう到着時間に近くなっていました。なかなか食べられない。味は多分美味しいと思います。でも自分にはもう全然味がもうわからない。一通りはいただきましたが、やはり寝起きでは食べられませんでした。ごちそうさまでした。最後にアイスクリームを頼んでみました。いつもはハーゲンダッツだったんですけど、今回はちょっと違ったので今から食べるのが楽しみです。パッケージを見るとスイスのチョコレートみたいで、昨年母とヨーロッパ旅行をしたんですけど、その時にもスイスに寄って、チョコレートがねとても美味しかったのを今思い出しました。あと10分で羽田空港到着です。はい、ただいま。7泊9日の旅、今日でたった今終わったところです。とっても楽しくって、もう一人旅もなかなかいいなと思いながら、たくさんの方に恵まれて楽しいひとときを過ごすことができました。大満足の一人旅、7泊9日の旅でした。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。